名前はすずです。年齢は20歳です。デザイン学生です。今日は暑かったのでジャケットを着たかったけど暑いから袖を切ってきました。でこのジャケットに合わせてスタイルを組んできました。このスカートも切ったやつです。でパンツ合わせて最近買ったシャネルのスカートを腰になりました。でピンクが特殊のショップピンクをポイントにスタイルを組んでみました。私は学生なのでお金がないっていう点でブランド物を欲しいっていうのもあるけどあんま高いもの買えないので古着安いもので自分のできる範囲でかっこいいスタイル自分にしかできないスタイルを組むようにしてます。おばあちゃんにもらう肩パッドのゴリゴリ入ってるジャケットとかコートとかそういうのが好きなのでジャケット入ってるスタイルが多い。好きなブランドはシャネルとあとアレクサンダー・マクイーンとかまだあんまり一つには決まってなくていろいろ見てる状態です。シャネルに関しては最近マドマーゼル・プリーベっていう展示会があってそれに行った時にデザイナーのココ・シャネルの考え方とかそういうのを改めて学んで私も今までの常識を覆すような人そういうのに憧れてでブランドもより好きになりました。大体古着なので3万以内ぐらいです。最近下北に結構行くようになったんですけどトゥルトゥヘブンっていう古着屋さんがすごいレディースが多いんですけどクラシックちょっと1950年代ぐらいの服があっていいとこ見つけたって思いました。ちゃんとした財布は持ってなくてやっぱマルジェラとかそういうのを買おうとは思ったんですけどこれ自分で作ったやつで定期入れとかもこんな感じ PVC でいろいろ作品を作ったついでに作ったんですけどやっぱ自分の作ったものの方が愛着湧くし使いやすいから使ってます。日本のブランドのTANN っていうブランドでお香みたいな匂いなんですけど私あんまりブランドのそういう感じの匂いが得意じゃないのでそれを気に入って使ってます。ピーター・ドゥとか最近出てきたんですけどすごい洗練されたスタイルでパンツにスカート A ラインのスカートとか合わせるの好きなので最近はよく見てます。うまく取り入れれば全然いいと思うし服の中では生活必需品みたいな考え方なのでたくさん捨てられちゃうっていうのは悪い点なんですけど必要なものとしていいと思います。私がその今の通ってる学校に入る決め手きっかけになった人でもあるんですけど私の学校の先輩の葵さんっていう人がすごいセンスが溢れていてその人が一番かっこいいと思います。私の母も深沢で結構身内に通ってた人卒業生が多いので勝手に選択肢に入ってました。最終的にたどり着いた感じです。私の学校のファッション科は人数少なくて結構厳しいんですけどそれを卒業するやりきることです。2点は立地原宿と渋谷のど真ん中なのでやっぱ刺激を受けやすいっていうのとあとはデザイン学校っていう感じなので4つ分野あってそのいろんな分野の人と関われるだからファッションだけじゃなくて製麺ビジュアルデザインとか建築系とかプロダクトとかそういう人たちと刺激を与え合えるっていうのがいいところです。悪いところは課題が多い。入学した時は、1年間全部の分野を勉強するんですけどその時は全然決まってなくてそれでもその学校の友達とか一人すごいいろいろ連れてってくれる子がいてその子にいろいろイベントとかポップアップとかそういうの行ったりしてファッションに触れ合う機会が増えたのでやっぱ自分服好きなんだなって思ってファッション科に決めました。まだ始まったばっかりなのでわからないんですけど自分の一番好きなことなので楽しいし今まで着てたものの作り方を自分で作れるようになることです。課題の材料を買いに行ったりあとはそのついでに渋谷原宿周辺で服見たりそんな感じです。高校
校から専門学校に入って周りの環境がやっぱ同じもの好きな人たちばっかりで、その中で最近はファッションですけど、ファッション業界の人といろいろ関わるようになって、人、環境に一番影響を受けてます。今年からちゃんと服勉強しているので、最終的にはファッション業界で販売員以外の仕事をしてきたらいいなと思ってます。桑沢は課題がとにかく多いんですけど、積極的に自分からいろんな人に話しかけて輪を広げる、それを頑張ってください。和食が好きです。服に対する考え方として、こういうスナップとか撮るときにアイテムの紹介として古着、ヴィンテージっていう風に紹介されてるのをよく見るんですけど、そうカテゴリーされるのはしょうがないとして、古着を古着っていう一言で済ませてほしくないっていうのをいろんな人に伝えたいと思います。